こんばんは、新パイロットきよきよです。さて、今回は機体の操縦方法をご紹介していきます。本内容で取り上げる機体はイニビルズ製 L1011 です。こちら2024で新たにリリースされた機体ですが、現代のエアバス A320 とは違い、動かすスイッチや見る項目が多く、飛ばすだけでも苦労する機体です。今回はシムブリーフを活用しながら飛ばし方をマスターしていきましょう。まずは事前の設定です。シムブリーフを使えるようにしておきます。ペーパーフライトバックを確認します。下の項目からメニューを選びます。サードパーティーを押します。画面のキーボードを使ってシムブリーフに ID を入力したらエンターを押してください。次にスロットルのキャリブレーションです。マイクロソフトフライトシミュレーターの設定はハニカム製コントローラーの場合、スロットル軸に可動域を登録、一番下に下げた状態で前の戻り止め、さらにその状態でリバースレバーを上げて弦に割り当てを追加します。スロットルが3本以上ある場合は1から3に割り当てを追加しておきます。TFB でスロットルキャリブレーションを開きます。まずは1つのレバーで動かすか、3つ独立して動かすかを設定します。次はスラストリバーサーを軸で操作するかの設定です。ハニカムの場合はできないのでオフを選択しておきます。そしてスロットルを設定したい位置に移動させます。セットフルかセットアイドルを押します。これでキャリブレーション完了です。オーディオでは何か操作を実行したときにクルーが操作の内容を読み上げてくれる機能があります。必要な方はオンにしてください。Flaps 4. Flap 0. 最後にエアクラフトを開き、重量設定をポンド、マップディスプレイをオン。ボーイングのようにブレーキを踏むだけでパーキングブレーキが解除されるようにリアルパーキングをオン。ナビゲーション装置は INS なのか GPS かを選び、INS のアラインタイムをインスタントに変更しておきます。これで事前準備は完了です。もし文字が見にくい場合は左下を調整してください。これから操作に入っていきますが、スイッチ操作で注意点が一つ。この機体ではスイッチが押し込まれた時をラッチ、逆に押し出された状態をアンラッチと表現します。L1011 を操作する際の決まりのようなものです。ぜひ覚えてください。今回のルートについて同じものを使いたい場合は概要欄にあるルートをコピーして使ってください。まずはオーバーヘッドパネルを確認してマスターデリオのエッセンシャルナンバー2をラッチ、ギアレバーダウン、スピードブレーキをフォワード、スロットルをアイドル、フューエル&イグニッションをオフ、トランスポンダーをスタンバイ、レーダーをオフ、TFB でグランドページを開き、GPU を接続します。航空機関士席でバッテリーをオン、スタンバイパワーをアーム、非常灯をアームにします。航空機関士席でエキスターナルパワーがアベイルになっていることを確認したら外部電源を接続します。禁煙サインをオン。TFB のロードシードタブを開き、シムブリーフを押して乗客、貨物、燃料をインポートします。オーバーヘッドパネルの INS モードセレクターをスタンバイにします。航空機関士席に戻り、巡航高度をセットします。今回は3万フィートを予定しているので30に合わせます。INS に現在の緯度・経度を入力します。これはマイクロソフトフライトシミュレーターの EFB で空港チャートを開き、空港タブ、パーキングチャートで
自分が今いるスポット番号を確認します。例えば今私はスポット60番にいるので、58から60の部分を確認します。ディスプレイセレクターをポジションにします。最初は北緯何位を入れる必要があるので、2か8を押します。今回は北緯なので2。その後はチャートにある通り、35332を入力します。インサートを押します。次は整形、統計を入れる必要があるので、4か6を押します。今回は統計の6を入力。その後、139473を入力します。インサートを押します。これで現在の緯度・経度が入力できました。オーバーヘッドパネルの INS モードセレクターをアラインにします。ディスプレイセレクターを DSR にして、右側のステータスを確認します。90という値がどんどん減っていき、02になって、オーバーヘッドパネルの INS ナブがグリーン点灯していれば OK です。モードセレクターをナブにします。INS2 と3も同じようにします。面倒な場合はフライトに必要な INS1 のアラインだけで OK です。着陸空港へ近づくためにディスプレイモードをウェイポイントセレクターを1、その後は先ほどと同じように何箇所か緯度・経度を入力していきます。最大で9箇所入力することができます。通常は1から9までカウントアップし、最後の9箇所目になったらもう一度1に戻ります。なので10箇所目以降は1にまた緯度・経度を入力する必要があります。ただ今回は入力が大変なので SIM ブリーフを使います。TFB の OFP を押します。リロードを押して概要を読み込んだら Send to INS を押します。これでフライトに使う緯度・経度が INS にインポートされます。オート、MEM、RMT がオートになっていることを確認したら TK チェンジを押し01を入力。インサートを押してください。0は今いる位置、1は1番目に入力したポイントを示しています。つまり1のポイントへ機体が直接向かうように設定したわけです。あとはレディオ INS セレクターを INS に切り替えれば OK です。この2つを設定しないとしっかり飛んでくれないので注意してください。現在の設定ではJIT、スターにあたるルートがインポートされていません。もし必要であれば TFB のメニュー、エアクラフトからインポート JIT、スターをオンにしてください。今回は離陸後に VOR を使いたいので設定はオフ。レディオ INS セレクターに関してはレディオに戻しておきます。ディスプレイセレクターをディスタンスタイムにすると左側にポイント1までの距離、右に分刻みの時間が表示されます。TKGS にすると右側にグラウンドスピードが表示されます。タキシング中に速度を確認できるので便利です。カンマキーを押し気圧をセットします。ナブ周波数 117.4 をセット。DME をノームにします。反対側の周波数も同じようにセットします。コースに178をセットします。フライトディレクターをオン。ヘディングは滑走路方位である158をセットします。巡航高度の3万フィートをセット。PFB で速度を計算します。シンク、キャリキュレート、セットバグズの順番で押してください。計算された速度は、計器のバグへ、エンジン全体の圧力比 EPR の数値も、計器のバグとしてセットされます。V2 プラス70ノットの速度を、オートパイロットにセットします。トガモードを有効化、姿勢指示器に針が表示されている状態にします。
次は PMS の設定です。入力しておくと最適な巡航速度や高度を自動計算してくれます。ただ、不要の方は次のステップへ進んでください。まずはテイクオフの GMT に世界協定時に直した現在時刻を入力してインサートします。時刻に関してはフロープロなどの外部アドオンを入れている場合、簡単に確認できます。もしこのアドオンを入れていない場合は、時計を確認してください。次に機体重量 GW をセットする必要がありますが、これは PFB のロードシートで確認できます。小数点第1位で四捨五入してください。現在の燃料は航空機関史跡で確認できます。SAT には気温を入力。すると最適な EPR が計算されます。フォワードを押して、フライトセットアップを開きます。ここには降下目標値の高度、その時の速度、降下目標値までどれくらいの距離があるかを入力します。今回は大阪国際空港へ向かうことになっているので、BOD アルティテュードには、今回着陸する大阪国際空港のアプローチ進入高度の3500フィート、スピードには250ノットを入力します。この速度は一律です。最後に BOD ディスタンスに関しては、イニビルズのルールによると、現在の位置から目標高度への降下が完了する位置までの距離をノーティカルマイルで入力する必要があります。今回のルートでは、アプローチルートの手前まで飛ぶようになっています。簡単に計算するのであれば、シムブリーフに飛行距離を計算する機能があるので、ここからアプローチに必要な距離を引けば入力可能になります。2024のチャートの場合、中央部分を確認すると、アプローチの距離が書かれています。D14.4 があるので、だいたい15マイル、少し準備する時間を取りたい場合は、それ以上を引けば OK ということになります。ディスタンスの267ノーティカルマイルから15マイルを引いた252マイルが今回入力する内容です。もしくは、マイクロソフトフライトシミュレーターにルートを読み込んで、距離の部分をそれぞれ足していき、最後のアプローチルート手前までの合計を入力すれば良いことになります。BOD ディスタンスに関しては、あくまでも降下を開始する目安を出すためのものです。もしシムブリーフがあれば、降下のタイミングはそっちに書いてあるので、大体でも構いません。入力したら、今度は巡航高度です。Alt を押し、巡航高度を100で割った値を入力します。できれば OPT にある推奨高度よりも低い高度をお勧めします。今回の巡航高度は3万フィートです。上昇中の速度は2段目にあります。1万フィートまでは250ノット。その後、マッハ 0.82 に達するまでは320ノットで上昇します。オートパイロットの TM を押せば、先ほどまで入力してきた PMS にある EPR に従うオートスロットルが作動します。もし自分で速度を変更して航行したい場合は AT の方を押してください。こちらも押すことでオートスロットルが作動します。クルーズ、エンルートとページを進め、それぞれのコードが入力した300になっているか確認します。もし巡航中にコードを変更した場合、降下のタイミングの計算にズレが発生します。コードを変更したら必ずAltの部分を修正してください。無線と ADF を使えるようにします。スコークをセットします。ラダー、エルロントリムを0にセット。APU マスターをオン。フューエルポンプをすべてオンにしたら、スタートを押して APU を始動します。
APU ゲージを確認して RPM が 100% になっていることを確認したら、補助パワーユニットのジェネレーターフィールドブレーカーをラッチ、ブリードのホットエアーアイソレーションバルブをラッチ、APU ブリードをラッチ、あとは航空機関士に確認を依頼します。Going through the engine startup flow. One moment, please, Captain. Hey, Captain, got that flow done. Back to you. ポジション、アンチコリジョンライト、シートベルトサインをオンにします。外部電源を外し、プッシュバックします。パーキングブレーキの解除に関してはリアル操作にしたので、ブレーキを踏めば解除されます。もう一度作動させる場合はブレーキを踏みながらスイッチを操作してください。エンジンを始動します。始動の順番は2、1、3です。PSI ゲージを見て 24PSI を超えていることを確認します。エンジンスタートが A か B にあることを確認します。オーバーヘッドパネルのグランドスタートを押します。グリーンのランプが点灯し、N3 が上昇し始めます。20% を超えたら、フューエル&イグニッションをオンにします。これでエンジンが始動してくれます。問題なく始動し、回転が安定したら、次は1番です。PSI が24以上あることを確認します。グランドスタートを押します。N3 が 20% を超えたら、フューエル&イグニッションをオンにします。最後は3番。これも同様の操作で始動します。回転が安定したら補助パワーユニットのトリップをラッチ。ジェネレーターのクローズをラッチ。APU ブリードをアンラッチ。APU ストップを押します。2分経過したら APU マスターをオフにします。パックスをラッチ。クロスブリードをアンラッチ。エアタービンモーターをオート。その上の針がグリーンになっていることを確認します。ギャレーパワーをオン。ジェネレーターのフィールドがラッチされていることを確認します。エンジンスタートをボース。PFB の離陸計算機を見ながらトリムをセット。フラップを離陸用の10。Flaps 10. 操縦桿、ラダーペダルを操作し、機体が反応するかをチェックします。航空機関士に確認を依頼します。After engine start checks. Roger, doing those now. Captain, Flaps that last 22. flow is done. Aircraft is set. フラップが22になってしまうので、10に戻しま Flaps す。 10. オートブレーキをテイクオフ。タクシーライト、ランウェイターンフライトをオン。ブレーキを踏んで滑走路まで移動します。滑走路前に到着しました。ランディングライトをオン。ストロボライトをオン。トランスポンダーを TARA にします。離陸の許可がもらえたら、航空機関士にラインアップを依頼。Line up procedures. Yep, doing that now.
Captain, happy to report that the aircraft is now set to your specifications. ブレーキを踏んだまま操縦桿を押し、スロットルを動かして EPR のオレンジのバグに合わせます。ブレーキをリリースして離陸。VR 速度で操縦桿を少し引きます。離陸できたら上昇角度を上げてください。80 knots. クロスチェック。Rotate. V1. Positive rate of climb. ギャップ。 Gear up. 離陸して1500フィート以上になったら操縦桿を前に倒して加速します。スロットルを少し引き、EPR を初期上昇設定に合わせます。速度に関しては V2 プラス70ノットになるように調整してください。フラップを上げます。 Flap 0. チャートによると東京 VOR に対して7マイルまではこの方位で飛びます。オートパイロットをコマンドまで移動して有効化します。ヘディングを押して滑走路の方位で飛びます。バーティカルスピードを押して1分間の上昇率を調整します。AT を押してオートスロットルを作動。220ノット以上になるように調整します。VOR 計器によるともう東京 VOR から7マイルを超えたので方位を208度にします。タクシー、ランウェイターンフライトをオフにします。航空機関士に上昇チェックリストを依頼しま On す。 for climb checks. Stand by, Captain. Did my job. Got that flow all set for you. オートブレーキをオフ。TMS の情報を参照しながら上昇してほしいので、オートパイロットの TM、VNAV を押します。その下のインジケーターには速度250ノットで飛ぶという内容が表示されています。各内容については TMS のこの部分を使用しています。そろそろ東京 VOR と会合しそうなので、オートパイロットの VOR を押します。どんなオートパイロットが作動しているかについてはこの部分で確認できます。白くなっているものが有効化されているモードです。大島 VOR の 113.1 をセット。インジケーターに表示されている距離を確認しながら次のポイントへ向かいます。1万フィートを超えたのでランディングライトをオフにします。320ノットまで機体が加速をしています。1万4000フィートを超えたらアロー2992にセットします。スタンバイ高度計を1000と13にセットします。そろそろ次のポイントに向けた右旋回を行います。ヘディングを操作し方位238にセットします。 VOR を 113.1 にします。コースを238にします。少し左にそれてしまったのでコースに戻るようヘディングを調整します。現在位置はマップディスプレイをオンにしておくと分かりやすいです。マゼンタで表示されている点が現在位置です。上昇速度に関しては毎分2000フィートを超えているのでかなり速いです。そろそろ INS で設定したポイントに近づきます。ヘディングを調整し、レディオ INS セレクターを INS に変更します。そしてオートパイロットの INS を押します。これで最初のポイントに向かってくれます。動画でまだ使っていないオートパイロットを紹介していきます。まずバーティカルスピードに関しては1分間にどれだけ上昇・降下するかを指定できます。インジケーターにプラス・マイナスが表示されるので、上昇したい場合はプラス方向に、降下したい場合はマイナス方向にしてください。IAS、Mac に関しては指定速度を維持しながら上昇・降下したい場合に使用します。これを押すとオートスロットルは解除されて自分でスロットルを調整する必要があります。
アルトは押したコードで水平飛行する場合に使用します。乱気流の中を飛びたい場合はタービュランスを使います。ILS ロックは文字通り着陸時に使用します。BC も着陸用でバックコース着陸時に使用します。これらをうまく使い分けてください。現在はポイント3の静岡 VOR からポイント4の3日という場所に向かって飛んでいます。管制官から5番目のポイントである港湾へ直接向かうよう指示が飛んできました。この場合は PK チェンジを押し05を入力します。インサートを押します。これで5番目のポイントへ直接向かってくれます。PMS のディセントを確認するとトップオブディセントがあと7マイルになっていることがわかります。そろそろ降下のタイミングになったのでアプローチ用の3500フィートに合わせます。そしてバーティカルスピードを押し機体を降下させます。 INS のディスプレイセレクターを TKGS にします。右側に表示されているグランドスピードを確認します。表示されているスピードを2で割ってその後10をかけると3度の降下パスの目安としてちょうどいい降下率になります。今は470なのでだいたい2200か2300に合わせてあげます。降下のタイミングに関しては SIM ブリーフを使っている場合 TOD と書かれているポイントで降下することをお勧めします。今回は3日飽和の間になっているのでちょうどいいポイントから降下を開始できています。正確に距離を測りたい場合は TFB のヘルパーを使って距離を計算してください。オートブレーキをランディングの設定に TFB で着陸速度を計算するためロードシートを押しグロスウェイトを確認します。これをランディングウェイトに入力します。次に標高ですがこれは EFB を確認して標高をフィート単位で入力します。滑走路が乾いているか濡れているかを設定しキャリキュレートを押します。着陸用の速度と一番下に必要な滑走路長が表示されます。滑走路の長さを見ます。今回は9946フィートなので問題はありません。セットを押して速度の併記にバグをセットします。ILS 周波数である 110.1 をセットします。ILS 用のコース322をコース1、コース2にセットします。着陸用の DH をセット。14000フィート付近になったので看板を押し、現在の気圧をセットします。油圧パネルを確認します。着陸空港の標高に合わせます。右側には着陸空港の気圧をセットします。1万フィートになったらランディングライト、タクシーライト、ランウェイターンオフライトをオンにします。速度を220ノットにセットします。うまく減速してくれない場合はスピードブレーキを引いてください。航空機関士にディセントとアプローチのチェックを実施してもらいます。Copy descent flow going through it. One moment. Yeah, Cap, I'll get the approach flow done. Stand by. 220ノットになったらフラップを下ろし、 Flaps 4. 徐々に速度を落としながら最終的に148ノットになるように調整します。そろそろ INS の終わりが近いので、現在機体が飛んでいる方位をセットします。そしてオートパイロットのヘディングを押します。レディオ INS セレクターをレディオに変更します。計器上にローカライザーとグライドスロープが表示されています。オートパイロットの ILS を押します。オートパイロットのモードが GS ロックと表示され、ILS による降下が始まりました。速度をアプローチ用の速度に設定し、フラップを33にします。DLC をオン。これで操縦桿を動かすと、スポイラーが自動的に動くようになります。
森林復興用の5000フィートをセット。ギアダウンします。Gear down. 問題なくランディングギアが降りるとグリーンのランプが点灯します。オートパイロットの B をコマンドにします。これで何もしなければ自動着陸できます。解除する場合は操縦桿の赤いスイッチを2回押してください。オートスロットルを解除します。スラストリバース。80。無事に着陸できました。今の機体とは違い、結構やることが多いです。でもこの手順で飛ばせるようになれば、きっと満足感は高いと思います。気になった方はぜひチャレンジしてみてください。もしこの動画が参考になったと思った方は、高評価、チャンネル登録をしてくれるととても嬉しいです。それではまた次回、良いフライトを。